どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。昨年購入してレビューもしましたこちらのドラム式洗濯乾燥機アクア DM10R ですが、これをね購入してちょうど1年ほど経ちましたので、今日はこちらの1年間使ってみたリアルな感想をお話ししていこうかと思います。まず買ってよかったかどうかというところを先に言ってしまうと、これねめちゃくちゃ買ってよかったです。もうこの1年間の買い物の中でもトップ1、2ぐらいに入るぐらいのベストバイでした。今日とかもね、今雨降ってるんですけど、急に雨が降ってきてしまった日とか、あと今ね、うちバルコニーが工事中で、マンションの工事が入っちゃってて、外干しとかがね、まずできない状態なんですよね。こんな日にも本当にね、助かってます。このドラム式洗濯乾燥機を購入検討していた時から、もうドラム式はすぐに故障したり、乾燥機能が低下していったりするから、あまりね、おすすめしませんとか、あとこの DM10R 自体も故障の報告とかが結構ね、ネットで散見されていたので、ネガティブな話も多くてちょっと大丈夫かなとね不安ではあったんですけども、先に言ってしまいますと、もう今のところね全く問題起きてないです。機能低下も全くしていないです。ただ故障させないために心がけていたこととか、実際使い続けている中でちょっと気になったことなどもね多少はあったりしますので、今日はそういったところも詳しくお話ししていこうと思います。これからドラム式洗濯乾燥機を購入しようと思っている方や、最近購入された方の参考にもねなったら嬉しいです。では早速いってみましょう。まずネットで見かけた DM10R の問題とか不具合の再現性についてお話ししていきます。DM10R の商品レビューとかを見ていると、1年も経たずに故障した方とか、洗濯乾燥の仕上がりに問題が出てきてしまったとかね、そういった報告が結構あったので、そのあたり実際どうなのかというお話をしていきます。まず乾燥能力の低下に関してですが、うちはね1年間使い続けていても全く変わってないです。だいたい週に 1,2 回ぐらいね使うんですけども、もう全く機能は落ちてるって感じはしないですね。今でも問題なく洗濯してくれますし、しっかり乾燥もしてくれます。ただ最初の頃容量いっぱいとか少しね容量オーバー気味で乾燥させてしまったりして、そういう使い方をするとやっぱりねパーカーとか厚手の服の内側とかパーカーのねフードの中とかそういったところが乾ききっていない時なんかもあったんですけども、容量の5リットルギチギチではなくて、少し減らしたぐらいで乾燥させるとちゃんと乾き残しもなく仕上がりました。で実際使っていいと思ったんですけど、多分ね乾燥能力の低下が起こってしまっている方というのは、このね乾燥フィルターとかにホコリが溜まっていってしまったりしていて、乾燥機能が働くなっちゃったんじゃないかなと思ってます。でこの乾燥フィルターの部分はマニュアルで見ると週1回掃除しましょうというふうに書いてあるんですけど、これね1回使っただけで結構ねホコリが溜まるので、僕は毎回ホコリをちゃんとブラシで落とすようにしています。なので毎日使うとかだったらもう絶対に1回ずつやらないとあっという間にホコリはね溜まってしまうと思います。マニュアルに記載されているよりお手入れの頻度はね上がると思うんですが、ここはね毎回掃除した方がいいと思います。乾燥フィルターの空気のね通りが悪くなってしまうと乾燥効率っていうのはやっぱり落ちると思うので、ここはね必須だと思います。あとお手入れの話だと、この下の方についている排水フィルターも毎回溜まったホコリは僕は捨てていました。ここそ毎回メンテナンスしましょうというふうに書いてあったんですけど、ちょっと気になることがあって、1回使うとホコリはね濡れて集まるんですけども、必ずねこの先端に集まるんですよね。フィルターの先端にだけ固まって集まるんですよね。あとホコリがねここに溜まっていない時とかもあってっていうのがあったので、これね排水フィルターがちゃんとキャッチできていないんじゃないかっていうね、ちょっとそういった不安もあるんですけど、一応ホコリ取れる時は取れているので、こんなもんなのかなとか思いつつ使ってます。ここはねちょっと気になるところではあるんですけど、でもそれで不具合は出ていないので、一旦このまま使い続けてるって感じですね。あと月に1回ぐらいパッキンの内側に掃除ブラシを通してパッキンの裏側に溜まったホコリも取ったりしていました。 DM10R はパッキンの自動洗浄機能っていうのはねついてるんですけども、うちのねこのこたつの毛とかが結構洗い落とされずにパッキンの内側残ってしまったりしていたことがあったので、このパッキンの裏に溜まっているホコリも掃除してあげると、よりホコリが溜まりにくくなって故障もしにくくなると思ってます。この掃除ブラシは乾燥フィルターを外した後この内側の掃除とかにも使っていますが、とても使いやすいのでねこちらおすすめです。こちら概要欄にリンク貼っておきますね。あとネット見ていてよく散見されたのが乾燥後の匂いに関する問題ですね。これは生乾きとはまた違ったオイル臭というか、ちょっとプラスチックというか、そういった匂いがちょっとふわっと匂うってことがね、これ確かにあったんですけど、それも使い始めの 1,2 週間ぐらいですかね。確かにあるにはあったんですけど、今となってはそういった匂いは全然なくて、最初ね匂っていたことを忘れて
しまうぐらいでした。それぐらいね、今は全く変な匂いはしていません。そんな感じで乾燥機能とか、あと乾燥後のその匂いとか、そういったものはね、ネットで言われてるほど問題は感じていないんですが、メンテナンスはね、毎回やるっていうのが必須だとは思います。あと乾燥後の仕上がりでちょっと話題になっていたのが、靴下にセンターラインが入るっていう問題なんですよね。実際ね、これ靴下何足か持ってきてるんですけど、結論から言うと、うちの靴下ではそういったことは起きていません。どういったことが起きるかっていうと、この靴下の真ん中ぐらい、ここにこう線が入るっていうお話なんですよね。でこれ多分、これとかが一番近いかな。こういう風に綺麗に折った状態で洗濯すると、ここが叩き洗いした時にここのところがダメージですり減って白い線が入るってことだと思うんですよね。一番ね、これが近いっちゃ近いかなと思ったんですけど、うっすら白い線入ってるようにも見えるんですけど、よく見ないとわからないぐらいなんで、ほとんど問題ないんじゃないかなと思ってます。他の靴下とか見てみても、これとかも問題ないですよね。臭豆腐ですね。で、あとこの靴下検証できません。こんな感じで、特にね、靴下の白いセンターラインっていうのはうちの場合は入ってなかったです。あと本体の物理的な損傷についても問題報告がいくつか上がってるのを見たんですけど、例えば蓋のパッキンが破れてしまったとか、蓋のロック部分の内側の上下にちっちゃいゴムがついてるんですけど、このゴムが取れやすいとか、そういったレビューがいくつかあったんですけど、うちはね、ご覧の通りどちらも全く問題なく綺麗なままです。パッキンが破れてしまうとかっていうのはよほどの力が働かない限りはね、起きなそうなので、おそらく鍵とかスタッツとかね、こう硬いものをポケットとか入れたまま洗ってしまって、でパッキンに傷がついてしまって、そこから避けたんじゃないかなとか思いました。であとパーツが取れたりとかもうちはないですね。なので物理的な問題っていうのはうちでは起きてないです。あと問題というか、使ってみたら思ったより大きかったとか言われるのが運転音とか、あと振動なんですけど、これはね、購入時のレビューでも検証していますが、想定内の大きさ、揺れだと思います。で運転音の話でいくと、まずスペック上では洗濯時は約34デシベル、脱水時が約46デシベル、乾燥時は約47デシベルということで、これ一般的な縦型の洗濯機の洗濯時、脱水時と、あと乾燥機の乾燥時と、そんな変わらないですし、ドラム式洗濯乾燥機だからとか DM10R だから運転音が大きいというわけではなさそうです。体感としてもね、そんな感じです。こんなもんだろうなってぐらいの音です。そういったレビューを書かれる方の想定していた運転音がめちゃくちゃ小さいのであれば、それは確かにね、ギャップを感じるかもしれませんが、個人的には本当ね、想定内といった感じです。詳しくはその購入時のレビューを見ていただければと思いますけども、廊下のクローゼットタイプの洗濯機置き場に僕はね、置いて使ってますけど、2メーターぐらい離れた後ろのテーブルとか、ここだと4メーターぐらい離れるのかな。このリビングにいても、この目の前のテレビの音が聞こえないとか、そういうのはね、全くないです。あと1年使って音が大きくなってきているってこともね、感じていないので、個人的にはこの音も全然気にならないですね。あとうちの場合はクローゼットタイプの洗濯機置き場の中に入れてるので、このクローゼットの扉を閉めたらさらにね、運転音も気にならなくなります。このね、扉閉めちゃったらクローゼット内の湿気とかがね、大丈夫かなと思ったんですけど、 DM10R はこのコンパクトさでありながらヒートポンプ式なので、熱や湿気がこもることもなく、クローゼットの扉を閉めて使っていても全く問題なかったです。ちょっとね、暖かくはなるかなって感じなんですけど、湿気とか暑さで大問題になるって感じではなかったですね。はい、ネットでよく見た問題とか不具合は実際に1年間使ってみても、うちでは気になることは起きていませんでした。そんな感じでおおむね問題はないんですが、使っていてちょっと気になったこともあったので、そのあたりお話ししていきます。まず運転を始めてから乾燥が終わるまでドアを開けることができないというところですね。例えば洗濯物を全部入れたと思って洗濯を始めてしまって、その後洗濯かごを見たら中に靴下が片方だけ残っていたとかね、こういったことが何回かあったんですけど、そんな時も縦型洗濯機とかだったら開けられたと思うんですけども、このドラム式洗濯機、うちの DM10R の場合は一時停止して放り込んで洗濯再開をすると、こういったことがね、できません。運転開始するとドアが完全にロックされるので、ここはちょっとね、不便に感じる時もありました。
したね。あとドラムが斜めではなく製品名の通りまっすぐドラムなので、洗濯物を入れにくいと感じる時はちょっとありました。目いっぱい入れたりしようとすると靴下とかね、こう手前にポロポロと落ちてきてしまったりします。あと落ちはしないけどパッキンに挟まりそうなぐらいまで出てきてしまってるとか、そういったことになったりするので、この点もねちょっと気になるところではありましたね。で、あと細かいところだと、さっき運転音とか振動は気にならないという話をしましたが、この部分ですね、振動で乾燥フィルターの蓋の部分がね開いちゃうんですよね。これカチッと止めるような蓋じゃないので、運転させるとその振動でね勝手に開いてしまいます。中の乾燥フィルターが飛び出すなんてことはないんですけども、ここはねできれば開かないでほしいですよね。なので毎回ここに僕は重しを置いて開かないようにしています。ここもちょっと気になるところですかね。でも1年使っていて気になったのは本当ねそれぐらいです。最後にこの DM10R を使っていてここが良かったと思ったところもねありますので、そちら紹介していきます。まず温水洗いですね。この温水洗いができること、本当これはね良かったです。落としにくい汚れがついてしまった服とか、あとこのこたつの服とかやっぱりね匂いがどうしてもつくんですけども、こういった匂いがつくものも温水で洗うと綺麗に匂いもなく洗濯することができます。温水モードね結構使うので、これは本当に備わっていて良かったですね。あと使っていて良かったなと思ったのが洗剤と柔軟剤の自動投入機能ですね。これは本当めちゃくちゃ楽です。割と容量たっぷり入るタンクがついていて、そこに洗剤と柔軟剤を入れておけば毎回自動的に投入してくれます。あと洗剤だけ投入して柔軟剤は入れないとかもできるので、こたつの服とかね洗濯するときは、柔軟剤の匂いがあんまりついてしまうと良くないかもしれないので洗剤だけにしたりしています。ちなみに初めて洗剤や柔軟剤を使うときはこれね設定が必要です。マニュアルに書いてあるんですけど、どんな洗剤柔軟剤を使うかっていうね設定をすることで、多分ね投入量とか、あとはその粘度とか、そういったものを調整してくれてるんだと思いますが、このね設定っていうのが毎回必要になります。なので別の洗剤とか新しく入れ替えたいというときは再設定が必要になるんで、ちょっとそこは手間ではあるんですけど、うちはね同じ洗剤と柔軟剤をずっと使い続けてるので、一番初めに設定しただけで使い続けられてるので、あんまこの手間もそんなには感じてないですね。ただねここ多分適当に設定しちゃうとちゃんと洗えなかったり、柔軟剤とか洗剤の量が使われすぎてしまって、ちょっとその洗剤残りみたいなことが起きたりすると思いますので、ここの設定をちゃんとマニュアル通りでやっていくっていうのも重要ですね。あとこういったねドラム式洗濯乾燥機で話題になるのがやっぱり電気代なんですけども、うちのこの DM10R はヒートポンプ式というねタイプなので、電気代はねそんなにかかっていないと思います。DM10R でどれぐらいかかったかっていうのをねちゃんと計算したりはしていませんが、特にこれを使い始めたから電気代が跳ね上がったということもないので、そんなにね電気代は気にせず使えています。なのでこの電気代ランニングコスト面のところでもそんなにね気にはなってないですし、本当にね満足しています。はい、そういったわけで今日はアクアの DM10R の1年間使用レビューをしてみました。もしこの動画が良かったと思った、参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。このチャンネルではこういった家電のレビューもいろいろとやってますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。